今日は豆大福を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豆大福を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お豆がたっぷり入ってもちもちで美味しい豆大福を作っていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、お水、お砂糖、塩、赤えんどう、こしあん、片栗粉。今回はこちらの材料で作っていきます。今回の豆大福に使うのが赤えんどうというお豆になります。赤えんどうはこんな感じの粒状になってます。今回私はですね、富沢商店さんで買いました。こちらはね、ネットなどにも売ってるので、ぜひチェックしてみてください。そして中に入れるあんこなんですが、今回はこしあんを使っていきます。お好みで粒あんでも OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずこの赤えんどうを水で戻していきます。今ね、とてもね、このように硬い状態なので、こちらはですね、必ず水で戻してから茹でるようにしてください。この赤えんどうのだいたい3倍量ぐらいですね、お水を加えます。そしてこのままだいたい6時間から8時間ほどつけてください。豆大福を作るときはあらかじめね、お豆を戻しておくのを忘れないようにしてください。もうすでにね、茹でてあるものも売っているので、そちらを使っていただいても OK です。それではこのまま6時間から8時間しっかりと水に浸していきます。はい、今ね、だいたい8時間ほど経ちました。しっかりね、お水で戻すと、このようにシワっぽいのがなくなって、ふっくらとした状態になります。このぐらいになるまでしっかりとお水で戻してください。元の赤えんどうと比べるとこんな感じです。こちら側が戻してない状態の赤えんどうになります。こんな感じ。なので、このぐらいまでしっかりと戻しましょう。はい、それでは今から赤えんどうを茹でていきます。まずお鍋に赤えんどうを入れてください。そしてここにですね、だいたいお豆の3倍量ぐらいのお水を入れてください。そうしましたら火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰するまで加熱してください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減は弱火にしてください。このままですね、豆が柔らかくなるまでだいたい20分から30分ほど茹でていきます。途中でね、もしお湯がなくなりそうになった時は差し水を加えてそのまま茹で続けてください。それでは茹でていきます。はい、今ね、ちょうど20分経ちました。20分経ったら一度ね、お豆を拾ってちょっとね、硬そうな豆を選んで、そして一度ね、指で潰してみてください。こんな感じでね、指で簡単に潰せて柔らかくなってれば OK です。はい、そしてきちんと茹で上がったらこのまま蓋をして20分蒸らしていきます。はい、20分経ちました。そうしましたらこちらは湯切りします。はい、赤えんどうの準備はこれで OK です。少しね、このまま粗熱を取ります。それでは続いてあんこを丸めていきます。だいたいグラムで言うと1つね 40g ぐらいがおすすめです。40g だとこのぐらいですね。こちらをね、適当に軽く丸めておきます。こんな感じです。それではですね、残り5個作って全部で6個作っていきます。はい、このように6個丸めました。そしたら上からふんわりラップをかけてください。これであんこの準備は OK です。それでは今からお餅を作っていきます。まず耐熱のボウルに白玉粉を入れます。そしてここにお砂糖です。あとはね、塩を2つまみ加えてください。そうするとね、あんこの甘さも引き立ってきます。そしたらですね、一度こちらを泡立て器などを使って白玉粉を潰すように混ぜていきます。だいたい混ざれば OK です。そうしましたら続いてここにお水を加えます。まずね、3分の2ぐらい入れてください。で、こちらをですね、白玉粉を潰しながら混ぜていきます。はい、だいたい馴染んだら残りを加えてください。一度に加えるよりもこのように2回に分けていただくと混ぜやすくなります。これで混ぜます。ある程度混ぜたらゴムベラに持ち替えて、最後はですね、白玉粉の粒をしっかりとね、こうやってすりつぶすように混ぜてください。
できるだけね粒ができないようにしましょう。はい、OK です。このぐらい滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。そしたらね、このように周りについた生地を取ってください。はい、それではですね、ここにふんわりラップをかけてください。ラップをかけたら1箇所ね、空気の出入り口を作っておきましょう。それではこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、今1分30秒加熱しました。そしたら一度ラップを外してください。ところどころ固まっている状態です。これを一度ね、全体が均一になるようにしっかりと混ぜていきます。このようにお餅をね、押し込むように混ぜてみてください。はい、このように混ざりました。生地が均一になったらもう一度ふんわりラップをかけてください。そしてまた同じように電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そうしましたらまたラップを外してください。それではこれをですね、ツヤが出てくるまでしっかりと混ぜていきます。この時もね、少しゴムベラでこねるように混ぜてみてください。で、ある程度混ぜたらこのようにしっかりとぐるぐる混ぜてツヤを出していきます。はい、このようにお餅にツヤが出て透明感が出れば OK です。それではですね、こちらの茹でたお豆を入れていきます。量に関してなんですが、今回 60g 茹でてます。ちょっとお餅に対して少し多いと思うので、入れる量に関しましてはお好みの量で入れてみてください。もし余った時は冷凍保存もできるので、その場合は小分けにして冷凍していただくといいかなと思います。そうするとまたね、大福を作る時に使えるので、ぜひそういった活用をしてみてください。それでは入れていきます。はい、だいたいね、半分ぐらい入れました。それではですね、こちらを混ぜていきます。豆をね、できるだけ潰さないように混ぜていきましょう。優しくね、お餅で包み込むように混ぜていきます。ヘラで潰しちゃいそうな時は一度ね、手を水で濡らしていただいて、優しくね、手で押さえ込んでみてください。そうした方がね、入れやすいと思います。ただね、ちょっとお餅も熱いのでやけどしないようにだけ注意してください。はい、これで OK です。このようにまとめてください。それではね、今からこちらであんこを包んでいきます。はい、そうしましたらバットにね、片栗粉を出してください。お餅を上にのせます。はい、このように出してください。また手を濡らして少しね、平らに伸ばしてください。そうしましたらここに片栗粉をふるっていきます。はい、そしてこちらをですね、6等分にしていきます。はい、これで OK です。それではね、こちらであんこを包んでいきます。先ほど分けた1つを取ってください。そしてこちらをね、少し伸ばします。はい、このように伸ばしてください。そして作っておいたこちらのこしあんを真ん中に置いて、そしてくるっと回転させてあんこを包みます。はい、であとはですね、こちら口の方を閉じていきます。はい、このようにしっかりと口を閉じてください。あとは形を整えます。はい、これで完成です。このように包んでください。それではね、残りも同じように包んでいきます。はい、完成しました。このようにお豆もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。はい、これで豆大福の完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じになってます。あんこもたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。お豆がたっぷりですっごく美味しいです。そしてお餅がもちもちです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豆大福のポイントです。まずこの豆なんですけれども、今回は赤えんどうを使いました。この赤えんどうは茹でる前に必ずお水で戻してください。だいたい戻す時間は6時間から8時間ぐらいでいいかなと思います。時間がある場合は半日ほど浸していただくと間違いないかなと思います。そしてその後ですね、お水で茹でるんですが、今回はね入れてないんですけれども、豆を茹でる時に重曹をほんの少しだけ入れていただくと皮の部分が柔ら
かくなりやすくなります。なのでね、もし重曹をお持ちの方はね、少し入れていただくといいかなと思います。入れすぎるとね、味が変わってしまいますので注意してください。もしない場合でも、今回の私みたいにしっかりと柔らかく茹でることができるので、ない場合は入れなくても大丈夫です。そして柔らかく茹で上がったら、その後は蓋をして20分蒸らしてください。そうすることでムラなく豆が柔らかくなります。そしてお餅を作る時のポイントです。お餅を作る時はまず白玉粉にお砂糖と塩を加えて、その後軽く白玉粉を潰すように混ぜてください。その後ですね、お水を加えるんですが、まず3分の2ぐらい入れていただいて軽く混ぜて、そしてその後残りのお水を加えてください。そうすると混ぜやすいと思います。そしてこのお水を加えた後は白玉粉の粒々がなくなるまでしっかりめに混ぜてください。木べらよりもゴムベラを使っていただいた方が潰しやすいと思います。そして白玉粉の粒がなくなったらラップをかけて電子レンジ 600W で1分半加熱します。そうすると固まってる部分と固まってない部分が出てくるんですが、その2つをなじませるようにしっかりめに混ぜてください。そして1つの生地にまとまったらもう一度ラップをして再びレンジで加熱してください。そうすると今度はね、全部が均一に加熱されてきます。そして最後はですね、透明感とツヤが出るまでしっかりと混ぜるようにしてください。そして出来上がったお餅に赤えんどうを入れて混ぜるんですけれども、この時に強く混ぜすぎてしまうとお豆が潰れてしまうので注意してください。ゴムベラよりもね、手でやった方がね、ちょっとやりやすいんですが、ちょっとお餅が熱いのでやけどだけには注意していただけたらと思います。あとは片栗粉の上にお餅を置いて、そして6等分にしてあんこを包んでください。今回はね、お店で売ってるようなサイズ感にしたんですけれども、こちらのサイズ感はお好みで変えてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豆大福を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。